秋磯も終盤に差し掛かっていますが、皆さん釣り竿を曲げていますでしょうか？今年は夏が暑かったこともあり、海中はまだ海水温がそこそこ高く、どちらかというと晩夏か早秋といった感じで、地上よりも2ヶ月ぐらい季節が遅れている感じです。今回は11月3日の兆候で撮影した東伊豆のジーソの海中動画をお届けします。この画面の上から降ってきているのは、私が巻いたコマセとなります。本日はオキアミ 3kg、パン粉 1kg、集魚材 1kg、米ぬか 2kg ぐらいの配合で、餌取りが多そうだったので、オキアミは砕いて細かくしてコマセにしています。ようやくメジナが見えてきましたが、昨年に比べると少し魚意が薄いような気がします。後ほど比較のために昨年の10月末の動画を流しますが、かなりコマセに反応しているメジナの数が違っています。この日、11月3日は中潮で、また撮影の時間帯である11時頃は、潮がほぼ動くことがなくなる潮止まりのタイミングであったことも影響があるかもしれません。ただ、コマセに反応しているメジナの数は多くはありませんが、凍ったグレばかりというわけではなく、そこそこ両型の割合も多い、というのも昨年とは違います。この日の兆候では、午前中を中心に30センチ強のメジナを釣ることができましたが、かなり渋くなかなか口を使ってくれませんでした。2号ハリスではトッパにすら差し餌を見切られてしまう状況で、ハリスを 1.2 号に下げて、針もガマカツの軽量、細軸のファイングレの4号や3号など、小さくて軽い針に変えて、ようやく30センチ前後のメジナを7から8匹釣ることができました。ハリスと針を細く、小さく、軽くしたら結構ポンポンと両型のメジナが釣れたのですが、おそらく海中もこのような状況で、メジナの数も多くなく、争うように餌を取り合う状況でもないので、不自然な動きをしていた2号ハリスで重たい針をつけていた差し餌は違和感を感じて見切られていたんではないかと思います。比較としてこちらは昨年の10月23日の海中動画となります。同じ中潮ではありますが、今回が小潮前の中潮、昨年が大潮1日前の中潮で、だいぶ潮の動き方は異なっていたと思います。映像を見ていただけると一目瞭然ですが、魚意がかなり異なります。昨年の方が圧倒的に濃いです。撮影場所もほぼ同じ、撮影時刻も潮止まりのタイミングでのほぼ同じような状況です。ただしメジナの平均サイズは今年の方が大きいような気がします。小型のメジナが、理由はわかりませんがあまりいなかったように感じます。そのような状況もあってか、昨年よりは渋かった、釣れなかったというのがこの日の状況でした。餌取りである蝶々の数も全く異なります。餌取りの活性や数というのは、やはりその日のメジナの活性と相関関係があるというのは間違いなさそうです。今年は確かに餌取りも少なかったです。それではほぼ同じ場所での昨年と今年の映像を並べてみてみたいと思います。先ほど申しました通り、魚意は明らかに昨年度の方が濃く、餌取り、メジなどもに数が多い状況でした。ちなみに左は XTU という中華アクションカメラでの撮影、右は GoPro 10での撮影となります。画質、ブレの補正度もに圧倒的に GoPro 10の映像の方がクリアで安定していますよね。左の昨年は、コマセを入れると争うようにメジナが奪い合う状況で、仕掛けを入れて差し餌にコマセを合わせればすぐにメジナが釣れる状況でした。今年はそのような状況ではなく、差し餌が目立った動きをしてしまうと見切られてしまい、餌が残るか、餌取りに気づかない間に餌を取られてしまうような難しいシチュエーションでした。
にしても GoPro の手ブレ補正は優秀ですね。浮きにカメラをつけて海中動画を撮影していますので、GoPro もうねりや波の影響を受けてカメラは上下に激しく動いています。中華製のアクションカメラは補正しきれずにカメラが上下に動いています。余談でした。沖の方も魚類が全く異なります。今年は魚があまりいないようです。それでは再度今年の映像に戻ります。先ほどの撮影場所より少し大きめの駆け上がりになっている箇所にカメラは移動しています。コマセは十分効いているはずではありますが、レジナの数が昨年と比べる全く異なります。夏が暑かったこともあって、11月初旬時点で海水温がかなり高く、はっきり断定することはできませんが、海中の季節が2ヶ月ほど遅れている影響もあるのかもしれません。単に潮の関係で魚類が薄かったということで気流に終われば良いのですが、今年の寒暮れのシーズンはもしかすると魚類が薄く、厳しくなるかもしれませんね。引き続き、次回も海中動画を撮って変化を追っていきたいと思います。それではしばし海中の散策をお楽しみください。カメラは現在照らしたの磯で行く沖の方を向いています。この磯は10メートルぐらい先から急にどん深となって、水深15メートルから 20m となり、海藻が生い茂り、魚類の濃いエリアとなります。しかしこの日は、この海藻が生い茂る底の方を回遊する魚たちがあまり見えません。カメラは移動して、照下の磯北側の下りの先から沖方向からやや右側南側を撮影しています。一旦カメラを手前に引き戻しています。カメラは陸に向かって海底を撮影しながら移動しています。正面に映っているのは釣り座の左側の瀬際の箇所となります。カメラに映る小さな泡は晒しによる気泡です。海面は晒しが出ていますが、海中は平和です。再度カメラは沖向きを撮影しています。
で釣れた石垣フグ。